エモエモ。こんにちは、えもこです。今回はパソコンとしてもお絵かきタブレットとしてもモバイルモニターとしても使える 3-in-1 の Windows タブレットミニスフォーラム V3 をレビューします。この製品は世界で初めて AMD の新世代プロセッサーを搭載した超高性能な Windows タブレットで、これ1台でお絵かきから動画編集まで何でもできそうなすごい製品になります。私は普段デスクトップパソコンと液タブで作業していますが、たまに机以外で作業したい時に iPad や MacBook も使っていて、お金もかかりすぎるし、できれば1台のデバイスでデスクワークも持ち運びも全部やりたいと思っていました。この製品ならパソコンとしてもお絵かきタブレットとしても使えるし、今まで複数のデバイスでやっていたことをこれ1台でできそうなので、今回はちゃんとお絵かきや動画編集に使えるのか、いいところや気になるところを詳しくレビューしてみたいと思います。それでは早速開封していきましょう。今回はミニスフォーラムさんから新製品の V3 をレビュー用にお送りいただきました。ミニスフォーラムは海外のミニパソコンメーカーで、今回初めて使いますが、日本語のサイトがあったり家電量販店でも取り扱われていて、ミニパソコンメーカーの中では結構有名なメーカーのようです。付属品は説明書、ステッカー、お礼のお手紙に 65W の充電器と USB-C の充電ケーブルがついていました。充電器はとても小さくて持ち運びしやすそうです。スタイラスペンは別売りですが、先行販売セール中は収納ケースやガラスフィルムと一緒に無料でもらえます。本体はマグネシウム合金のシンプルなデザインで、指紋が目立ちにくいマットな質感です。右側には指紋認証付きの電源ボタンと USB4 が2つ、左側にはイヤホンジャック、音量調整ボタン、SD カードスロットに V-Link という映像入力用の USB-C がついています。ここに他のパソコンやゲーム機をつなぐとモバイルモニターとしても使えるようです。 USB-A や HDMI はないので、使いたい時は別売りの USB-C ハブが必要です。スピーカーが左右に2つずつ、カメラが前後に1つずつついていて、前側のカメラは顔認証に対応しています。上側にはファンの排気口が2つあって、ペンを磁石でくっつけられます。カバーとキーボードも磁石で簡単に取り付けられて、キーボードはちゃんと日本語配列になっています。バックライト付きでエンターキーの右側にもキーがあるタイプです。画面が大きいので、キーやトラックパッドが大きめで、付け根を折り曲げて角度もつけられるので使いやすいキーボードだと思います。画面サイズは14インチで iPad Pro 12.9 インチよりも横に広く、 A4 用紙と同じくらいの大きさです。重さは iPad と比べると少し重たいですが、キーボードをつけた時は14インチの MacBook と同じくらいなので、ノートパソコンとしては普通の重さだと思います。カバーはグレーの落ち着いた色合いで、上側を折り曲げるとスタンドとしても使えます。画面を開いた後に折り曲げると外れやすいので、先にカバーを折り曲げてから画面を開くのが良さそうです。画面を開くと自動でスリーブ解除してくれて、画面を閉じるとキーボードが画面にくっついて勝手に開かないので持ち運びもしやすそうです。タブレットなのでもちろんキーボードなしでも使えます。画面の発色はプロ向けの液タブと同じくらい綺麗です。公式域高解像度でドット感がほとんどなく、輝度も高くて見やすい画面だと思います。リフレッシュレートが高くて残像が少ないので、動きの速いゲームも快適に遊べそうです。画面がアンチグレアで映り込みが少ないのもいいと思います。普通のタブレットは画面に光沢があって周りのものが映り込んだり、表面がツルツルしていてフィルムを貼らないと描きにくいので、最初からアンチグレアなのは嬉しいです。アンチグレアは表面がサラサラしていて画面が白っぽくなる特徴がありますが、この製品はサラサラ感や白っぽさがやや控えめで少しツルツルしているので、ペンの書き心地よりも画面の綺麗さを重視している感じです。なので書き心地を重視したい人は別売りのペーパーライクフィルムを貼るといいと思います。画面が綺麗なので V-Link という機能で他のパソコンやゲーム機のモニターにできるのは嬉しいです。試しに MacBook につないでみるとちゃんとサブモニターとして使えました。タッチ操作やペン入力はできないけどキーボードは使えるようです。パソコンの性能はこんな感じで、タブレットなのにメモリが 32GB もあるのはすごいです。メモリが少ないとお絵かきアプリでレイヤーをたくさん使ったり、動画編集中にアプリの動きが変になることがあるので、メモリが多いのはとても助かります。簡単にベンチマークも測ってみましたが、 Windows タブレットの中ではかなり高性能だと思います。 3D ゲームも画質を落とせば普通にサクサク遊べるし、軽めのゲームなら画質を落とさなくても快適に遊べました。ストレージ
ジの読み書きも早いので OS やアプリの起動もスムーズです。試しにダヴィンチリゾルブで動画編集もしてみましたが、途中でアプリが止まることもなく動画編集にもちゃんと使えました。高性能なゲーミングパソコンと比べるとバーを動かした時のプレビュー速度や動画の書き出しに少し時間がかかりますが、個人的に十分かなと思います。このパソコンは USB4 接続の外部 GPU が使えるので、重たい作業を快適にやりたい人は別売りの外部 GPU を使うと良さそうです。試しに外部 GPU をつないでみたら 3D のベンチマークが良くなって動画の書き出しも早くなりました。 VSpace というアプリでパソコンの動作モードを簡単に変えられるので、試しに一番省エネなパワーセーブモードにしてみましたが、元々の性能が高めなのでブラウザや動画視聴などの普段使いならパワーセーブモードでも快適にできそうでした。タブレットは本体を冷やすファンが小さくて発熱が心配でしたが、一番高性能なパワープレミアムモードで重たい作業をした時の CPU の温度が60度くらいなので冷却性能は高そうです。ただ画面の上の方が結構熱くなるので、タッチ操作やペン入力をする時にパワープレミアムモードは使わない方が良さそうです。ファンの音は静かな方で耳障りな感じはしませんが、フル回転している時は内蔵マイクの音がかすれたり、ペンが排気口に少しかぶっていて熱くなるので、パワープレミアムモードの時はペンを取り外した方が良さそうです。バッテリー持続時間は約8時間ですが、使い方によっては2時間くらいでなくなるので、ゲームや動画編集などの重たい作業をするときは電源につないだ方が良さそうです。充電を途中で止めてバッテリーを保護する機能もあるので、電源をつないだまま使いやすそうなのは嬉しいです。次はペンの書き心地をチェックしてみます。ペンはマイクロソフトペンプロトコルの充電が必要なタイプで、ペンの頭の電源ボタンを押すだけですぐに書き始められます。充電時間は約2時間で、1回の充電で約220時間の連続使用ができるので、すぐにバッテリーが切れて困ることはなさそうです。ボタンが2つついていて、鉛筆と消しゴムを簡単に切り替えられます。液タブのペンのようなグリップがなくて少し滑りやすいので、気になる人は鉛筆用のグリップをつけると良さそうです。軽く試し書きしてみましたが、パソコンの性能が高いおかげで遅延がほとんどなくサラサラと書けます。筆圧感知と傾き検知にも対応していて、ペンの筆圧や傾きで線の太さや色の濃さを簡単に調整できます。ペンのホバー機能にも対応していて、カーソルのズレもほとんどなく、ちゃんとペン先の位置にカーソルが表示されます。画面の端にペンを持っていくと、ペン先よりも早くカーソルが端に吸い付くので、画面端のボタンは少し押しづらいです。あとペンを使用中に画面に手が当たるとたまに誤作動するので、気になる人はお絵描き用の手袋を使うと良さそうです。線の入り抜きは綺麗に描ける方だと思います。 MPP 方式のペンは液タブのペンよりも温荷重が重めなので、筆圧をシュッと抜いて線の先を細くするような入り抜きが苦手なイメージがありましたが、新製品でそのあたりが改善されているのか、入り抜きが今までより綺麗に出しやすい気がします。液タブのペンほど感度は良くないですが、結構軽めの筆圧でも書けるので、これならお絵描きにも十分使えそうです。逆に強めの筆圧で書くと液晶がにじむことがあるので、筆圧が強めの人は気になるかもしれません。 MPP のペンは線をゆっくり書くと線が波打つことがありますが、普通の速さで書けば綺麗なのでそんなに気にならなかったです。画面の発熱は長時間お絵描きすると上の方が少し暖かくなりますが、発熱の少ないパワーセーブモードにすれば画面が熱すぎて書けなくなることもなかったです。お絵描き中は机に平置きだと後ろの吸気口が塞がれたり、画面を見下ろして首も痛くなるので、別売りのタブレットスタンドに載せた方が書きやすいです。カバーが見た目よりも丈夫で一応お絵描きにも使えますが、スタンドを倒しすぎると筆圧に耐えられずにスタンドが閉じてしまいます。手持ちで使うには少し大きく、後ろの吸気口を塞がないようにスタンドを立てて使うことが多いので、スタンドは本体に内蔵でも良かったかもしれません。ここからはイラストメイキングをご覧いただきながら、この製品のいいところ、気になるところを話したいと思います。いいところは全体的に高性能でストレスなく使えるところです。普通の Windows タブレットは性能が控えめなものが多くて、動画編集やゲームなどの重たい作業は苦手なイメージがありましたが、この製品は Windows タブレットの中ではかなり高性能で、画面も綺麗なのでとても快適に使えました。ゲーミングパソコンじゃないとできないような重たい作業には外部
5GPU がいりますが Windows なのでパソコン用の高性能なアプリや左手デバイスも使えるし、お絵描きや普段使いで困ることはなさそうです。細かいところですが SD カードが普通サイズで高速な UHS-2 に対応しているので、動画編集の時にカメラのデータを簡単に取り込めるのも嬉しいです。細かいところまでちゃんと作られていて完成度の高いタブレットだと思います。いいところ2つ目は普通のパソコンよりも電気代が安いところです。パワーセーブモードだと 30W くらいで最大でも 50W くらいしか使わないので、ゲーミングパソコンと比べるとかなり省エネだと思います。少し前までは電気代を気にせずに高性能なゲーミングパソコンを使っていましたが、これから電気代がどんどん高くなりそうだし、私の使い方だとこのくらいの性能でも十分快適に作業できそうなので、タブレットをメインで使うのも意外にありかもしれません。気になるところはペンの返芯が売られていないところです。絵を描くとペン先の消耗が早くて定期的に交換が必要なので、返芯も販売してもらえると嬉しいです。このパソコンは MPP 方式のペンなら純正じゃなくても使えるので、先行販売の後にペンが別売りになっても返芯が販売されていなかったら返芯が購入できる別の MPP ペンを買った方がいいかもしれません。あとはペンが充電式なので、お絵描き用のペンタブのような充電不要のペンになるとさらに使いやすくなると思います。この製品はパソコン用のペンタブもつなげるので、机で作業するときはペンタブを使って、持ち運ぶときは純正のペンを使うみたいに使い分けても良さそうです。気になるところ2つ目は海外メーカーのパソコンなので Windows のキーボード設定が US 配列になっていて、設定を変えないと日本語配列のキーボードが印字通りに打てないところです。設定を変えれば普通に使えるので大丈夫ですが、パソコン初心者の人は戸惑うかもしれません。なのである程度パソコンが使える人向けの製品だと思います。まだ出たばかりの製品で耐久性がわからないのも気になりますが、高性能で使いやすい Windows タブレットで気に入ったので、しばらく使ってみて気になることがあれば動画にしてみたいと思います。この製品に向いていそうな人は、ペン入力できる高性能な Windows タブレットを探している人や、複数のデバイスを1台にまとめたい人に嬉しい製品だと思います。高性能な Windows タブレットは普通のパソコンよりも少し割高なので、高性能じゃなくていいなら安いタブレットでいいし、ペン入力できなくていいなら普通のノートパソコンでいいし、持ち運べなくていいならデスクトップパソコンでいいと思うので、全員におすすめはできませんが、刺さる人にはすごく刺さりそうな製品だと思います。先行販売セール中は48,000円引きでペンなども無料でもらえるので、高性能な Windows タブレットを探している人はよかったら参考にしてみてください。この動画は2024年4月に撮影しました。パソコンは新しい方が高性能なことが多いので、この製品が気になった人は公式サイトで新製品が出ていないかチェックしてみてください。今回紹介した製品のリンクは動画の概要欄に書いておきます。このチャンネルではおすすめのガジェットやお絵描き関連の動画を投稿しています。この動画が参考になったよという人はチャンネル登録や高評価、コメントなどしてもらえると動画を作る励みになるのでよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。